どうも、てるんです。本日なんですけども、全体が結構手間のかかる料理やったんで、今回はね、簡単、早い、うまい、こういったコンセプトで作っていこうかなと思います。ってなったらあれよね、もう、ど定番中のど定番、豚キムチですよね。というわけで、早速、本日も作っていきましょう。それでは本日も張り切って参りましょうか。では本日は豚キムチですので、欠かすことのできないこのキムチから作っていきましょうか。こちらの白菜を使って。てか今回の白菜安かった。この大ぶりでみっちりしたこれで99円ですからね。いい時期や。で早速作っていく前にまず1点だけ。本来のキムチってキムチペーストを塗り込んでこれを発酵させていくんですけど、基本的にはキムチってあんまり腐らないらしいんですね。このペーストに使う塩辛とかの乳酸菌で菌が死ぬらしいんで。とはいえ僕やっぱりね、発酵ってちょっと自宅でやるの抵抗があるんですよ。怖いなと思って。なので今回は発酵させるのではなくて、キムチペーストを塗り込んでキムチあえみたいな感じにして作っていきます。そんならば行きましょうか。そしたらこの葉っぱ一枚一枚に塩塗り込んで、特に根元の方を強く、味付けというより白菜の水分を抜くためのお塩ですね。これ全体にお塩を塗り込み終わったら重しを乗っけて、このまま1時間ほど放置して、まずは脱水ですね。そんならばこの間にこの後の白菜に塗り込んでいくキムチペースト作りに参ります。それではその材料をせーの。こちらから粉唐辛子、刻み唐辛子、りんご、水飴、網エビ、イカの塩辛、カツオの酒と煮干し、ニンニク、生姜で、今回の分量がこちらから大さじ6、4、4、3、3、1で、りんごが2分の1個で、煮干し5本、ニンニク5個、生姜1個で、りんごは皮付きで種がない状態、煮干しは頭と内臓を取った状態。このニンニクを今からこの皮と中の新芽だけ取っていきます。で、前回作ったキムチと結構変わってると思います。まずこの網エビなんですけど、本来は網の塩漬けを使うんですけど、キムチって正直売ってるところが少ないで、いろんなキムチの原材料とかも見てみたんですけど、中にはね、網の塩漬けじゃなくてエビって記載されてるものだったりとか、あと干しエビって書いてあったりとか、そういったものもあったんで、そんならば僕もこれ使おうということでこれ使ってます。ただ網の塩漬けではないんで、これ風味がね、その塩漬けの風味がないんで、その代わりにイカの塩辛とカツオの酒盗で、このカツオの酒盗とは何ぞやというと、カツオの内臓の塩漬けなんですよ。これものすごく風味が強いやつ。これ福岡だけなのかな、これ全国的にはあるのかはわからないんですけど、スーパーのお魚コーナーの乾物とかを置いてる塩蔵わかめとか瓶に入ったウニとかを売ってるコーナーにちょこんとありますんで、これ美味しいよ。酒が止まらなくなるよ。んで最後これ水飴。この水飴を使ってる理由なんですけど、ちょっと長くなります。本格的なキムチを作るときにこのキムチ海苔ってやつを作るんですよ。確かね、煮干しのお出汁に白玉粉とか小麦粉を加えて火を加えながら練り上げてドロッドロにしたもの、これを使っていくんですけど、使う目的としてはキムチペーストにとろみをつけて白菜に馴染みやすくするっていうのと、あとこれが発酵を助けてくれるんですって。ただ僕は今回発酵はさせないので、ここは別にいいとして、ただこっちのとろみをつけて馴染みやすくするっていうこっちの効果は欲しいんですよ。なので今回こちらの水飴を使ってキムチペースト全体にとろみをつけて白菜とかに馴染みやすくしようっていう、そういう思惑です。では脳書きはここら辺にしておいて、早速作っていきましょうか。で、この生姜もちょっと大きすぎるんで、ちょっと細かく切っておきましょうかね。ついでにリンゴも。そうしましたら本日も登場、文明機器。こちらに全部の材料を加えて、こちら残念ながらシャバシャバではないので、おそらく1回のブイーンじゃ回りきらないんで、回すいじくる回すいじくるっていう繰り返しになるかな。ということで立派なペーストに育ちました。
そうしましたら、あとはこちらに人参、今回皮ごと使っていこうかな。続いて万能ネギ、最後ニラ、あとはこれらを混ぜ合わせて、これでキムチペースト完成。そしたらその間に白菜もいい感じに水分が抜けましたので、水で塩を洗い流して、でこちらかなり強めに塩を売ってるので、塩抜きっていう意味も兼ねて1回だけじゃなくて 2,3 回に分けてしっかりとこう蒸しって食べた時に白菜の浅漬けぐらいの塩分になれば OK。 そしたらこれをギュッと絞って、この葉っぱ1枚1枚にペーストを塗り込んでいって、こっちの芯に近いほど強く塗るような感じで、この時手でやっちゃうと手がものすごく痛いので、特に赤切れとかがあったらね、だからこういったスプーンとかこういったヘラとかがいいかなと思います。そのキムチを触った手で目を触ったらと思ったらもうヒヤッとするよね。できた。そしたらこれを丸めてジップロックにドン、軽く揉んで空気を抜きながら封印で、これニンニクとかも使ってるんでかなり匂いも強いし、あと色移りもしやすいので、こういった容器じゃなく使い捨てできるジップロックの方がいいかなと思います。あとはこれを冷蔵庫で3時間ぐらいで、この余ったキムチペーストを使ってちょっとね漬け込んでみたいものがあるんですよ。それがね、こちらの鶏皮、もうこちら軽くさっと湯がいて、でペーパーで水気を拭ったものをですね、ほらチーズカルビ、チーズダッカルビ、あれも鶏肉とコチュジャンやったっけ、ああいったもので作るじゃないですか。じゃあこっちの鶏皮もキムチに漬け込んだらめっちゃうまいんじゃないかなっていう、そういう発想です。まずは鶏皮を食べやすいサイズにカットして、ここに先ほどのキムチペースト、これをなじませて、これも冷蔵庫で3時間ほどちょっと漬け込んでいきます。そうしましたらこの間に豚キムチの豚の部分の下準備に入ります。今回ご用意したのが豚バラ肉のブロック肉ですね。そしたらもう何回同じ話すんねんって感じですけど、今度豚バラのブロック肉、ここでパツンと落とせば市販の豚バラブロックの形んで、あばらの後のこれに対して繊維の方向としてはこちら向き、見えるかな、こういう感じで、だから切る方向としてはこの繊維を断ち切るようにこういう向き。ただまずはこういった部分とか、ここちょっと食べた時に口に残っちゃうので、こういうとこはトリミングで、ちょっとここ部位が悪かったですね。繊維の方向がこっち向きに入っちゃうわ。まあいいや。そしたらまずこちらを半分にカットして、これを食べやすい厚さに。そしたら意外と時間がまだ余っちゃったので、この今除いたこういった膜のとことか、あとうまく切れなかった端っこのとことか、こういった部位を使ってちょっとお吸い物でも作っていきましょうか。そしたらまずはこちらの豚肉に分命を与えて、そしたらあとはここに加えていくのが先ほど使い切れなかった人参、でニンニク、生姜、そした
したら片栗粉、濃い口醤油、酒、胡椒、これを混ぜ合わせて、ごま油忘れてた。あとはここに最後に卵黄とお塩1つまみ、あとは 70cc から 80cc のサラダ油を分離しないようにちょっとずつ。もう毎度恒例玉元作りですね。もしこれが面倒だなっていう場合はマヨネーズでも全然できますんでね。よし、とりあえず玉元完成。そうしたらこの肉ダネに玉元加えてさっくりと混ぜ合わせて、あとはお鍋にお湯を張ってガラスープの素、あとはここにこの肉ダネをポイで、もっとお上品なつみれ汁にされたい場合はこの中じゃなくてこのつみれをまた別入れしてもらえればもっともっとクリアなスープになるかなと思います。んでアクアお掃除からのお醤油一回し、酒一回し、味がバシッと決まったら全卵に玉元で使わなかった卵白、これをさーっとほわっとなったらちょっとかき混ぜて、即席かきたま肉団子スープ完成ということで、こちらのキムチもつけ始めてから、8時間ほど経過しました。ちょっと寝ちゃいましたけど、早速中身確認していきましょうか。ちょっと分かりづらいけど今こういう感じですね。そんならば早速刻んでいきましょうか。どうやって切ろうかな。じゃあここに1本入れて、でここの芯のとこだけは外してあげて、そんならば早速ちょっと食べてみましょうか。辛いな。一気に目が覚めた。いや確かに味としてはキムチっちゃキムチなんですけど、やっぱね感覚としてはなんだろうな、キムチの浅漬けみたいなそういった感じですね。んでせっかくなのでちゃんとした美味しいキムチと食べ比べしてみましょうか。それがこちら、チョンカキムチ。てかこのチョンカキムチ20年以上韓国で1位なんですって、販売数。とはいえ日本のスーパーでも全然買えますんでね、このチョンカキムチ。そんならば早速食べ比べと参りましょうか。もう当然のことですけど全然違う。まずそこまで辛くないっていうのと、これあれなんかね、日本人向けにこれ辛さ和らげてあるんですかね。あとは発酵による旨味とか、あと柔らかさとかそういったものがやっぱありますね、ちゃんとしたキムチはね。僕のやつはまだまだ全然青2歳って感じですね。なんていうかね、すごいオラオラ系って感じ。これまずめちゃくちゃ辛いし、であとこっちはそこまで酸味が強くないけど結構いろんなものに使えそう。で当然こちらの方が断然美味しいので、今回作る全体の3分の1は自分ので、残り3分にはこちらを使おうかな。どうせなら美味しいものが食べたい。では早速本調理に入っていこうと思うんですけど、ちょっとね冷蔵庫にニンニクの芽が余ってたので今回こちらも加えていこうかな。であと今回豚キムチだけだとちょっとくどいかなと思うので、お皿にもやしを敷き詰めて、でその上に豚キムチっていうこういう感じでいきましょうか。なのでこちらのもやしのひげ根をひたすら取っていきましょう。でこちらの除去したひげ根も今回またいつも通りあしらいとして使っていきましょうか。そしたらこのもやしをたっぷりのお湯の中にぶわっと投入してさっと湯がいて、もやしトルネード 1,2 分湯がいたらサルベージでもう同時にこちらのもやしのひげ根は
この熱したごま油にさっと落として、泡が小さくなったら取り出して、空気に当ててあげるとこうやってカリッカリになってきますんで、これにておまけ食材たちの下準備終了。そんならばいよいよ豚キムっていきましょうか。こちらの豚バラ肉に塩、胡椒、酒、醤油、ナンプラー、これ全部1対1対1。そしたらこれらをよく揉み込んで、まんべんなく混ざったら、この豚肉にうっすらと片栗粉、これで下味とか豚バラの肉汁、これを閉じ込めてあげて、でこれをしてあげることで後ほどタレとかが絡みやすくなると思うんですよね。もうここまで来たらあとはもう超特急ですね。熱したフライパンに豚バラ、まずは両面に焼き目をつけて、でお肉が焼けたら一度この豚バラの脂は拭きたい。そしたらここにニンニクの芽さっと炒め合わせて、で今回の味付けはもうキムチだけで、もうこのキムチ自体が美味しいけん大丈夫な気がする。あとは炒め合わせて、キムチが豚肉全体に馴染んだら、キムチの時に微妙に余ったニラ、あとはさっと煽ってもやしを敷き詰めたお皿にドーン。はい、豚キムチ完成で、忘れずにこのもやしのひげを揚げたやつもあしらっておきましょう。ちなみにこちら側にあるここのブロックが自分で作ったなんちゃってキムチ。そしたらあとは鶏皮をあえたやつ、これちょっとぬくめ直してます。軽く上からごま振って、で温め直した肉団子のスープ、こちらには刻みネギを、あとは自家製のエビ油、あとはお茶碗添えて、はい、これで豚キムチ定食の出来上がりです。では実食編に行こう。というわけで無事に完成しました。てかやっぱホットプレートいいね。もう完全ぬっくぬくですわ。で今回のこのご飯なんですけど、珍しくね普通のお茶碗使ってるんですけど、実はね、もちろんこの豚キムチご飯のおかずとしても僕好きなんですけど、それ以上にねお酒のおつまみとしての方が僕好きなんですよね。なのでまず最初はお酒のおつまみとして食べて、でお酒に満足したら今度ご飯をついでこようかなと思います。やけ今ついちゃったら多分冷めちゃうなと思って、こちらはあれですね、鶏皿ですね。ということで食べていきましょうか。いただきます。ほっ、そんなら早速食べていきますか。したら初手安定のお口の潤い、おそらくねこれは外さないと思う。ほらね、結構この肉ダネに加えたニンニクと生姜、これがスープに溶け出しとるね。こちらこちらの豚肉のつみれ、やばいぐらいに柔らかいよ。ちょっとお見せしたいなこれ。もうね崩壊するギリギリ寸前って感じ。わかるかなこのふわふわ感。もう全体としてはものすっごいふわふわなんですけど、やっぱり一番最初にトリミングした膜のところの筋、ああいったものもこの中に入ってるんで、時折こうプニッとしたものが口に当たるんですよ。それがまた小気味良い。んで人参加えて正解でしたね。この人参がまたコリッとした歯ごたえを加えてくれるんですよね。これ申し分なくうまい。そしたらいよいよメインの豚キムチで参りましょうか。まずは普通に美味しいキムチの方へ行こうかな。こちらの豚肉にキムチもっさり乗っけて、これを一気にいやーうまいね。今回味付けをすごくシンプルにしてある分、なんていうかね、豚キムチ食べてるっていうそういう感じで、ちょっと強めに打った豚肉の下味のおかげで、なんていうかね、豚キムチ1個っていう感じよりかは、豚肉のキムチってちゃんと炭焼きができてるというかね、全部同じ味っていうわけではないんですよね。
なんていうか、それぞれがちゃんとスポットライトを浴びてる感じで、普通加えるコチュジャンとかも何も入れてないんですけど、このニンニクの芽のこの香り、もうこれだけで十分なインパクトがもう入ってるんで、僕はもうこのまんまでいいかな。で、今回使ったジョンカキムチもそこまで辛みが強いキムチでもないので、かなり食べやすい。多分お子さんでもバックバクいけるんじゃないかな、これ。で、この豚肉でまぶしたこの片栗粉がいいね。キムチからの水分とかがちょっと入って、なんていうかね、つるんとした食感が生まれて、んでもってちゃんと豚肉にこのキムチのタレというかソースというか味というか、そういったものを乗っけてくれてるね。結構豚バラって油が強いけんこういうの弾くんですけど、全然そんなことない。そしたら今度はこのもやしわさっとやって、ああ、もう言わずもがなでうまい。うわ、最高。もうおそらくこのもやしとしても多分この豚キムチの下に添えられたこと、多分誇りに思ってくれると思うわ。なんでこう豚キムチともやしと相性いいんでしょうね。最高にうまいわ。そしたら僕の好きな食べ方をちょっとご紹介しようかな。ご用意いただくのはこちらのサンチュ。このサンチュに豚キムチ乗っけて、もちろんキムチもたっぷりと。んでこれを包んだらちょっとマヨネーズつけて、いや、やっぱこの食べ方うまいわ。口の中パンパンになるけど、それがまた幸せなんすわ。ちなみにここにちょっとコチュジャン乗っけて、これで巻いて食べると、ちょっとね、サムギョプサルっぽいというかね、韓国料理って感じになる。これもまたうまい。そしてお酒に合う。そしたら僕はちょっと食物のお時間に入ろうかな。じゃあここら辺で自分で作ったなんちゃってキムチバージョンいってみますか。おや、いや、ちゃんと豚キムチっぽいじゃ豚キムチっぽいというか、ちゃんと豚キムチ。でもやっぱ今までのこちらの分と食べ比べちゃうとちょっとね、味気なさがあるかな。やっぱあとね、ちょっと塩分が足りんかったような気がする。そういう場合はサンチュで乗っけて、ちょっとコチュジャン絞って、これならどうよ。普通に美味しい。よかった、ちゃんと美味しく仕上がってた。でもやっぱりね、食べ比べちゃうと僕はこっちが好きかな。まあ逆にあんだけの短時間でようここまで仕上がってくれたなとは思いますけど、やっぱ発酵って大事ね。いつか発酵させるタイプのキムチ作ってみようかな。なんかちょっと悔しいな。じゃあここらで一旦この鶏皮のやついってみようかな。これに関しては間違いなくコチュジャンがいる。圧倒的塩分が足らん。これでどうかな。鶏皮のキムチ漬けって美味しいっすね。個人的に好き。なんかもうほんとヤンニョムチキンの鶏皮のところって感じ。まあそれは美味しいよね。そしたらこれを含めて、あと2本くらい飲んだら締めのお時間に入ろうかな。そんならばそろそろこちらの締めに入ろうかなと思いますので、ご飯とかスープとかそういったものの準備を、せーの。まあおそらくこの量だけなんで、多分丼1個で足りるかな。そんならばいきますか。ご飯ワンバンからので、ここんとこのご飯を
あー最高。ということでいい感じになってきましたね。美味しそうに育ちました。このご飯の上にこれを乗っけて、このタレが染み込んだご飯と豚キムチを一緒にごちそうさまでした。いやー、うまかったね。で、こちらちょっと残ってるんですけど、ビールがもう終わっちゃいまして、これ今晩の夜食にしようかなと思います。またゆっくり飲もうかな。で、今回の豚キムチなんですけど、自分で作ったキムチに関してはもうちょっとまだまだ改良できそうやなっていうのと、あとね、豚キムチってレシピによってはコチュジャン使ったりとか、お醤油とかお酒とかみりんとかね、そういった調味料を加えるレシピも全然あるんですよ。てか多分そっちの方がメジャーやないかなと思うんですけど、使うキムチがお気に入りのキムチやったりとか、美味しいキムチであればそういったコチュジャンとかもいらないかなって僕は思ったりするんですよね。もうキムチだけで十分美味しいかなと思うし、で、なおかつ簡単にできるし、いいんですよ。豚とキムチで豚キムチやから。ただそういう風に作る場合、他の調味料からの塩分が入らないんで、どのくらいかな、豚とキムチ1対1ぐらい僕入れるかな。グラム的に。まあ、結構惜しみなくドバッと入れてもらってもいいのかなと思います。というところかな。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。